街角の天使。朗読黒川瞳。緑72歳。都会の片隅で夫に先立たれてからの日々を静かにしかし丁寧に暮らしていました。広々とした家にはもう夫の気配はなく、子供たちもそれぞれの家庭を築き、遠く離れて暮らしています。朝目覚めると隣に誰もいない寂しさがふと胸をよぎることもありました。それでも彼女は日々を大切にしようと努めました。庭の草花に水をやり、季節の移ろいを肌で感じ、午後は決まって路地裏にひっそりと佇む小さなカフェへ向かうのが日課。そこで読みかけの本を広げ、店主との短いしかし温かい会話を交わす時間が彼女にとってのささやかな、そして確かな喜びでした。ある日のこと、いつものようにカフェへ向かう道すがら、緑は妙な若者と出会いました。カフェの入り口の階段にまるで自分の場所であるかのように彼は座り込んでいました。耳にはいくつものピアスが光り、明るい色に染められた髪は風に揺れてキラキラと光ります。ゆったりとした T シャツにだらりと垂らしたネックレス。世間が言うチャラチャラした若者そのものでした。緑の世代にとってああいう若者はどこか近寄りがたい、理解しがたい存在でした。彼はスマートフォンをいじっていましたが、緑が通りかかるとちらりと視線を向け、すぐにまた画面に目を落とします。その一別には何の感情も含まれていないように見えました。緑は心の中で最近の若い子はと少しばかりの諦めとほんの少しの寂しさを込めて小さくため息をつき、そのままカフェのドアを開けました。しかしなぜかその若者の姿が緑の心の片隅に小さなしかし確かな引っかかりを残しました。まるで古びた心の扉の隙間から新しい風が吹き込んだかのようなかすかな予感でした。その日の午後、カフェの窓辺で読みかけの本を広げていた緑の耳に突然耳をつんざくような激しい衝突音が響き渡りました。ガシャーンという金属がぶつかり合う鈍い音と、ガラスが砕けるようなけたたましい音が静かなカフェの空気を一瞬で切り裂きました。緑は思わず顔を上げ、心臓が大きく跳ねるのを感じました。外がにわかに騒がしくなり、人々の悲鳴や怒鳴り声が聞こえてきます。何事かと店の窓から恐る恐る覗くと、すぐ近くの交差点で交通事故が起きていました。信号無視のトラックが青信号で横断しようとした自転車に乗った少年を巻き込んだようです。路上には無残にひしゃげた自転車とぐったりと横たわる少年の姿が見えました。人々はただ呆然と立ち尽くし、悲鳴にも似た声を上げているばかり。誰もがどうすればいいかわからず、ただ混乱に包まれていました。恐怖と動揺がその場を支配していました。そんな中、緑がさっき見かけたあの若者が誰よりも早く現場に駆け寄る姿が見えました。彼は迷いなく少年の様子を確認し、その場で冷静な声で周囲に指示を出し始めました。誰か救急車を呼んでください。少年を動かさないで、周りの人は下がって。その声は張り詰めた空気の中でまるで指揮者のようでした。彼の表情は真剣そのもので、その瞳には事態を何とかしようとする強い意志が宿っていました。緑が抱いていた最初の印象とはまるで違う頼もしい青年の姿がそこにありました。
救急隊が到着し、少年が担架で運び出されるまで、彼はつきっきりで人々の誘導を手伝い続けました。そのテキパキとした動き、そして周囲への細やかな配慮、緑の胸には彼への驚きと同時に温かい感情がじんわりと広がっていくのを感じました。あのチャラチャラした外見の奥にこんなにも頼りになる、そして優しい心が隠されていたなんて。緑の胸の奥で小さなワクワクが芽生えた瞬間でした。それは長らく忘れていた新しい発見への期待感にも似た感情でした。数日後、緑はまたあの若者と出会います。今度は近所の公園のベンチに座り、肩を落としている姿でした。普段の彼からは想像できないほど、その背中は寂しげで、心なしか元気がないように見えます。公園の木々から漏れる木漏れ日が、彼の寂しげな横顔を照らしていました。緑は迷った末、彼に近づき、この間は大変でしたね、とそっと声をかけました。若者は驚いたように顔を上げ、緑の顔を見て少しだけ表情を緩めました。あ、どうも、あの時はありがとうございました、とどこか力のない声でつぶやきました。聞けば、彼は翔太という名前で、事故で入院した少年は彼の幼なじみの弟なのだと言います。俺、何もできなかったっす。もっと早く気づいていれば、と自責の念に駆られている翔太の目に、緑は深い優しさを感じました。その瞳の奥には悔しさと、そして少年を思う純粋な心が宿っていました。緑は何も言わず、ただ彼の隣に座り、そっと彼の肩に手を置きました。言葉はなくても、その温かい手のぬくもりが、翔太の張り詰めていた心を少しずつ解きほぐしていくのが分かりました。緑は翔太の心の奥にある純粋な痛みと、誰かを思う深い優しさを感じ取っていました。二人の間に流れる時間は静かで、しかし確かな温かさに満ちていました。それからというもの、緑と翔太は街角で顔を合わせるたびに言葉を交わすようになりました。最初はぎこちなかった会話も次第に自然なものへと変わっていきます。ある日、緑が重い買い物袋を下げて坂道を登っていると、後ろから「おばあちゃん、それ持ちますよ」と翔太の声がしました。彼は当然のように緑の手から荷物を受け取り、軽々と坂道を登っていきます。彼の言葉遣いや外見は相変わらずですが、その行動はいつも相手を気遣う優しさに満ちています。また別の日には、緑が転びそうになった老婆を見かけた時も、とっさに手を差し伸べたのも翔太でした。老婆が落とした財布を拾い上げ、丁寧に手渡す彼の姿は、緑が今まで見てきたどんな若者よりもずっと人間味にあふれていました。緑は翔太がチャラチャラしているように見えたのは彼なりの個性であり、その奥には温かく正義感の強い心が隠されているのだと確信に変わっていきました。緑の心には翔太の行動を見るたびに小さなドキドキと温かいほっこりが満ちていきました。それはまるで新しい世界が明けていくような新鮮な感動でした。緑は翔太が昔から地域の子どもたちの面倒をよく見ていたこと、困っている人がいれば損得感情抜きで助けてきたことを知ります。彼は近所の小さな公園でいつも子どもたちに囲まれていました。
彼らが転べば手を差し伸べ、喧嘩をすれば仲裁に入り、時には鬼ごっこに混ざって汗を流すこともありました。その姿はまるで大きな兄のようでした。世間の偏見や外見で人を判断することの愚かさを緑は翔太から教えられました。人は見かけによらないという言葉の真の意味を彼女は今深く理解していました。そして翔太もまた緑との交流を通して人生経験豊かなシニア世代の温かさや静かに寄り添うことの大切さを学びました。緑の穏やかな眼差しは翔太の心に安らぎを与え、彼が抱える葛藤や悩みをそっと包み込んでくれました。世代を超えた2人の間には確かな信頼とかけがえのない友情が芽生えていたのです。彼らの交流は街の風景の一部となり、見る人々の心を温かく照らしていました。ある雨の日、緑はいつものカフェで窓の外を眺めていました。しとしとと降る雨が街の景色をぼんやりとかすませ、アスファルトを濡らしています。人通りもまばらな中、ふと傘もささずに走っていく翔太の姿が目に入りました。彼はカフェの向かいのバス停で雨宿りをして困っている小学生に自分の上着をかけてあげていました。小さな背中に翔太の大きな上着が覆いかぶさり、その光景はまるで大きな翼で守っているかのようでした。そしてにこやかに大丈夫か、これかぶって帰れよ、風邪ひいちまうぞ、と声をかけているのが見えました。小学生は最初は戸惑っていたものの、翔太の優しい笑顔に安心したように小さくうなずきました。その光景を目にした緑の目から一筋の温かい涙がこぼれ落ちます。それは若者への偏見を抱いていた自分への反省と、翔太という若者に出会えたことへの感謝、そして人が人を思いやる心の温かさへの深く、そして純粋な感動の涙でした。緑は静かに窓辺から立ち上がり、店を出て翔太のもとへ向かいます。足元を濡らす雨の冷たさも彼女の心には届きませんでした。翔太と小学生のそばに歩み寄り、自分も持っていた折りたたみ傘をそっと差し出し、2人を招き入れました。翔太は驚いた顔で緑を見ましたが、すぐに優しい笑顔を返しました。雨の中、3人が一つの傘の下で肩を寄せ合う姿は、まるで一つの家族のようでした。そこには世代や立場の違いを超えた温かい絆が確かに存在していました。緑は心の中でそっとつぶやきます。翔太くん、あなたは本当にこの街角の天使ね。その言葉には限りない愛情と深い感謝の気持ちが込められていました。外見ではなく心で人を判断すること、そしていつだって誰かの助けになれること。この街角で出会った若者との交流は緑の人生に温かい光を灯し、長らく閉ざされていた彼女の心に再びワクワクとドキドキをもたらしてくれました。雨上がりの空に鮮やかな虹がかかるように、緑の心にも温かい希望の光が差し込んでいました。それは人生の後半においても新しい出会いや発見が私たちを豊かにしてくれることを教えてくれる優しい光でした。